1つ目の痩せポイントは順番。叩いてつまんでほぐす。付け根をほぐしてから本体をほぐす。この順番を意識すると太もも痩せに効果的。ということでまずはローラーか床の上に座ったら、グー握った手のひら側でこうパタ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 と叩いていく感じ。この股関節、付け根の方からこの膝にかけて全体的にですね、ほぐしてっていうか叩いていきます。でこの前ももから外もも、あとはこの内ももから裏もももですね、全体的にパン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 と叩いていきます。そんな強く叩かなくても大丈夫なので、なんか刺激気持ちいいくらいの強さでポン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 と叩いてあげましょう。こんな感じでこの筋肉に刺激を与えてあげると筋肉も緩みやすくなってくれます。でこんな感じで反対側も同様に叩いていきましょう。グーパンチ、手のひら側でポン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 と叩いていく感じ。裏ももから内ももにかけて、あとはこの外ももとか裏もも、前もも、全体的ですね、ポン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 と叩いていく。でこのお尻に近い部分、座骨に近い部分もちゃんとしっかりと叩いてあげる。特にセルライトが溜まってる方とかはもう冷えて硬くなっているので、こんな感じで叩いて温めてあげましょう。で付け根の方から膝にかけてですね、そんな神経質にならなくても大丈夫なので、全体的に叩くことを意識してあげましょう。次はつまんでいきます。この筋肉、股関節のあたりからこの膝にかけてですね、指でキュッ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 と皮膚をつまんでいきます。そんな肉を根元からつままなくてもいいので、皮膚を筋肉から剥がすイメージでキュッ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 とつまんでいく感じ。この皮膚がね、こうやって癒着していると、それだけ皮膚が硬くてその痛みがあると思うので、事前にこうやって筋肉じゃなくて皮膚を緩めてあげると、こうローラーでほぐす時もそこまで痛みが強くなくなります。この時点で結構痛いっていう方もいるかもしれないですけど、でこれもこの前ももだけじゃなくて内もも、裏もも、外ももですね、4面に分けてキュッ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 とつまんでいく。で指でつまむのが難しい場合は、この4指とこの手根でこう挟むようにキュッ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 つまんであげるのもおすすめです。軽く膝を曲げてあげた方が皮膚も緩んでつまみやすいかと思います。反対側も同様につまんでいきましょう。反対側の足、太もも、膝軽く曲げた状態でこう4指と手根でパク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 つまんでいく感じ。皮膚を筋肉から剥がすイメージで、つまんでいきます。で結構左右差があるとね、こっちの方が痛いとかこっちの方は楽だとかあるかもしれないです。あとは筋肉の面にしても、内ももは特に痛いとか外ももの方が特に痛いっていう方もあると思います。結構本当人それぞれなので、自分が硬いなって思う部分、コロコロすると痛いなと思う部分をこうやって入念につまんであげるのがおすすめです。深呼吸も忘れずに、これやるだけでもちょっと暖かくなると思います。で特に肉が気になる方、膝上のお肉が気になる方はこうやって膝上の部分をこう入念に全体的につまんであげてもいいし、この内もものお肉が気になる場合は内ももをちょっと多めにキュ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 つまんであげてもいいです。次に太ももほぐしていきます。ローラーを横向きに置いて、ローラーにこの腰骨の外側のちょっと下の部分、大腿筋膜腸筋乗せるように横向きになって右肘床につく。このままじわーっと圧迫するだけでもいいし、ちょっと上下に細かく動いてあげてもいいです。ここは痩せポイントですね。筋肉は付け根をほぐすと緩みやすいので、こんな感じで外ももが硬い方はまずは外ももの付け根、大腿筋膜腸筋から緩めてあげる。そうすると外ももが緩んでくれて、ここをほぐすだけで外ももをコロコロしても痛くなりにくいです。でちょっと角度を変えながら、この前側に近い部分から外側まで全体的にコロコロ、もしくはじわーっと圧迫してあげて、こんな感じで
この付け根の部分ですね、緩めてあげたらローラー少し下にずらして外もも乗せる。両手とこの片足床についてじわーっと圧迫します。多分最初いきなりゴロゴロするとこれもまだ痛いと思うので、痛気持ちいいくらいの体重の乗せ具合でじわーっと圧迫する。深呼吸を繰り返して、である程度緩んだかなと思ったらちょっとだけローラーずらしてまた圧迫。1回でね完璧に緩めようと思ってもそれはまた難しいので、徐々に緩めてあげましょう。でちょっとずらしてまた圧迫。この外ももの真ん中のラインをじわーっと圧迫するイメージで、この付け根から大天使からこの膝の上にかけてですね、じわーっと圧迫する。余裕がある方もこのまんま寝るじゃないけど肘をついてあげてもいいです。でこんな感じで持続圧で緩めてあげたら、最後にこうやってコロゴロしてあげます。両手と片足で体重を支えながら上下にゴロゴロ。大きくほぐすのが難しい場合は細かくほぐしてあげてもいいです。この痩せポイントですね、硬い部分を狙って細かくほぐすこと。これは痛いと思います。僕でも結構痛いので。でちょっと角度を変えながら、これも痩せポイントですね。角度を変えながら筋肉を面でほぐすこと、これも結構重要です。外側から前側にかけて、で細かくほぐしている方は下の方まで全体的にほぐすことを意識します。ゴロゴロとほぐしていく。でもまだゴロゴロすると痛いよという方の場合は無理せずじわーっと圧迫するだけでも全然 OK なので、こんな感じで前もももほぐしていきます。体下向き、股関節の前側鼠径部をローラーに乗せたままこのまま上下に細かくコロコロと動いていきます。腰骨の前側の下の部分ですね、だいたい四頭筋の付け根に当たる部分です。細かくゴロゴロとほぐしてあげる。筋肉を付け根から本体っていう順でほぐすのがとにかく大事なので、付け根からまずはほぐしていきましょう。で角度を変えながら全体的にほぐしてあげたら、次は前ももをローラーに乗せてまたじわーっと圧迫します。まだゴロゴロすると痛いと思うので、まずは持続圧で緩めてあげる。でちょっとずらしてまたじわーっと圧迫。お腹の力が抜けると腰がスコーンって落ちて腰を痛めやすいので、ちょっとお腹に力を入れてあげましょう。で少しずらしてまたじわーっと圧迫。で膝の上近くになってきたらこうやって左右にぐるぐるしてあげてもいいです。余裕がある方はですね、痛い方はそのまま持続圧で緩めてあげましょう。で膝上、本当にキワキワの部分をぐるぐると緩めてあげる。この辺は多分そこまで痛くないと思うので、こう左右に切るようにほぐしてあげると膝上のお肉も取り除きやすいです。こんな感じで持続圧で緩めてあげたら、最後コロコロしていきましょう。こう上下前後に大きくコロコロ。大きくほぐすのが難しい場合はこうやって上半分を細かくゴロゴロとほぐしていきます。でここも角度を変えながら、前もも面が広いのでちょっと内側のあたりを狙って細かくほぐしてあげたりとか、ちょっと外側のあたりを狙って細かくほぐしてあげる。こんな感じで硬いな痛いなと思うところを探しながら緩めてあげてください。で細かくほぐしている方はちょっとローラーずらして膝に近い部分、下半分も細かくゴロゴロとほぐしていく。なんかプランクと同じような姿勢なので腹筋を結構使います。なので腹筋お腹痩せ効果もあると思って頑張ってやっていきましょう。で次に内ももですね。ちょっとこっちだと見にくいか、こうしましょう。まずは股関節付け根の部分ですね、ローラーを当てて細かくゴロゴロと転がります。股関節内ももの付け根、この大腿筋の付け根、恥骨の際の部分を細かくゴロゴロとほぐしていく。まず付け根をほぐしてから本体、この順番がすごく大事。こんな感じで付け根ほぐしてあげたら、次本体ですね。こう左右にコロコロと動く感じですね。股関節膝を90度くらいに曲げて左右にコロコロ。まずは上半分をほぐしていきましょう。でフォームローラーの種類がトリガーポイント、この種類矢印のマークがついた
ローラーじゃないと多分硬くて痛いと思います。なので必ずトリガーポイントを使うようにしましょう。でローラー少し下にずらして膝の上の方、内ももの下半分ですね、コロコロとほぐしていく。膝上はねまた結構違った痛み、鋭い痛みがあるかもしれないです。この辺もね結構硬くなってしまうと股関節が内側にねじれて横脚の原因になったりする、 X 横脚の原因になったりするので、しっかりと緩めていきましょう。こんな感じで反対側も同様に緩めていきます。まずは外側ですね。ローラー、股関節の外側にローラーを乗せる。この腰骨外側のちょっと下の部分です。このままじわーっと圧迫。余裕があればこうやって上下に細かく動いてあげてもいいです。この辺は多分そこまで痛くないと思います。ここは外ももの付け根であり、あとは腰痛筋でもあるので、腰腰痛がある方はこの辺をしっかりと緩めてあげましょう。大天使の上の部分ですね。ここは硬くなると大天使も出っ張りやすいので、じわ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 とほぐしてあげてください。こんな感じで緩めてあげたら、次ローラー少し下にずらして外もも乗せる。そのままじわーっと圧迫。余裕がある方はこんな感じでもう体重を乗せきって緩めてあげましょう。痛すぎる場合は片足と両手でちょっと体重を持ち上げてあげる。自分の体の硬さに合わせて緩め方、ほぐし方を変えてあげるのがポイントですね。少しローラーずらしてじわーっとパク。外ももの真ん中のラインを上から下へ持続圧で緩めていきます。でローラー少し下にずらしてまたじわーっとパク。下に行くにつれて体重もそんなに乗らなくなってくるので痛みも減ってくると思います。持続圧で緩めてあげて、ローラーまた下にずらして膝の上の部分ですね、またじわーっと圧迫していく。でこんな感じで緩めていったら、次コロコロしていきます。上下にコロコロ、外ももの上の方を狙ってほぐしていきます。痛いなって思うかもしれないですけど、だんだん緩んでくるので頑張ってほぐしていきましょう。痛すぎる場合はちょっと体重を支えた状態でほぐしていく。余裕がある場合は体重を乗せきって緩めていきます。角度を変えながら全体的に緩めていきましょう。で次ローラーずらして外ももの下半分ですね、コロコロとほぐしていく。ここ痛いなって感覚があるポイントを探しながら角度を変えながら緩めていきます。僕は結構前側に近い部分が痛いです。後ろ側はねそうでもないですけど、前側に近い部分がすごい痛いですね。狙ってコロ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 とほぐしていく。で次に股関節の前側ですね、前ももの付け根にローラーを当てた状態でそのままじわーっと圧迫するだけでもいいし、上下に細かく動いてあげてもいいです。ここには腸腰筋っていう深層筋もあります。この腸腰筋が硬くなって使いにくくなってしまうと、太ももの前側ばっかし使ってしまうので、前ももが張ってくる、どんどん発達してくる。なのでこんな感じで付け根ほぐしてあげると腸腰筋使いやすくなるので、この前ももの張りも予防取れやすくなってくれますね。で次に前ももずらしてローラー乗っけてじわーっと圧迫する。お腹の力が抜けないように注意しながらリラックス。硬いなと思うところがあると思うので、そこを緩めていきます。でちょっとローラーをずらしてまた圧迫。筋肉は持続的に圧を加えることで深層まで緩んでくれるので、こんな感じであえて動かさずに緩めてあげると、それはまた効果的に緩めることができます。ローラー少し下にずらしてまたじわーっと圧迫。ちょっと余裕が出てきたら左右にかかとをワイパーのように動かしてあげてもいいです。この辺まだちょっと痛いかもしれないですね。で膝の上の部分、骨の際の部分を乗せて、ここは左右にぐるぐるとほぐしていきます。この筋繊維を断つように膝上をぐる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 ゴリ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 とほぐしていくイメージで、ローラーに太もも前側のちょっと上の方を乗せて、このまま上下に細かくゴロゴロと転がる。角度を変えながら全体的にほぐしていきます。
この時両足いっぺんにゴロゴロほぐすこともできるんですけど、基本的には角度を変えながらほぐしていきたいので、なるべく片足ずつほぐしていきましょう。ただもう片足ずつだと痛すぎるよっていう方の場合は、あえて両足を乗せてこう刺激を分散しながら緩めてあげるのもおすすめです。でこんな感じで上半分緩めていったら、次下半分ですね、ローラー少しずらして上下にゴロゴロ、もう角度を変えながら。痛いですねここは。みんななんでこんな痛い痛いって言うんだろうってすごい疑問でしたけど、僕も痛かったです。残念。で最後内ももですね。ローラー縦向きに置いて膝股関節を90度って覚えておくと分かりやすいかもしれない。このまま細かくゴロゴロと転がります。この恥骨キワキワの部分、筋肉の付け根を狙って緩めていく。内ももにはこの大腿動脈静脈といった太い血管も通っているので、内もも硬くなると足の冷えむくみにもつながります。冷えむくみが気になる方はこうやって内もももほぐしてあげるのが良いですね。で次に内もも本体ですね、左右にゴロゴロとほぐしていく。で余裕があれば角度を変えながらちょっと足を持ち上げた状態でほぐしてあげたりする。そうするとこの内ももを全面的に緩めることができます。難しい場合はもう普通に何も意識せずにただただ内ももをほぐしてあげるだけで大丈夫です。で上半分ほぐしたら次下半分ですねを左右にゴロゴロとほぐしていく。この膝の痛みがある方とかね、やっぱX走脚の方とか、この膝の上のあたりがすごいカチカチに硬くなっているので、こんな感じで全体的に緩めていきましょう。結構痛いですね。僕はもう左の太ももがすごい硬くなっているっていうことが今回よく分かりました。皆さんはどっちが硬いでしょうか。で最後裏ももをほぐします。ローラー横向きに置いて、この片方の裏もも座骨付近ですね乗せます。でもう片方の足は折り曲げます。正座みたいな形。この体勢から軽く前屈して膝つま先をワイパーのように左右にぐるぐると動かします。この座骨の際の部分を切るようにほぐしていきます。これも痩せポイントですね。特に硬い筋肉裏ももとかはこうやって左右にほぐしてあげるとしっかりと緩んで、このセルライトとかむくみとかも流れやすいです。ローラー少しずらしてまた左右にぐるぐるとほぐす。長時間座っている方とかはもう裏ももカチカチに硬くなっているので、こんな感じで左右にほぐしてあげるとより緩みやすいです。ローラー少しずらして、でこの辺にかけてはもう片方の足を重ねた状態でぐるぐるしてあげる。この形の方がいいかもしれないですね。足の重みをこうプラスしてほぐしてあげる。で裏ももはこの前ももとか外もも内ももに比べてそこまで痛みは多くないと思うので、こんな感じでこう筋線を立つようにしっかりと緩めるのがおすすめです。膝の裏のあたりもぐるぐるとほぐす。このハムストリングス裏ももの筋肉はだいたい座骨からこの膝裏ら辺にかけて付着しているので、こんな感じで座骨から膝裏まで特に付け根の部分を狙ってほぐしていきましょう。次前後にほぐします。右足片足床について、両手で床についてこのまま前後にゴロゴロ、座骨から膝裏までですね大きくほぐしていきます。でここでも痩せポイント、角度を変えながらほぐしていく。この膝つま先をちょっと内側に向けてほぐしてあげたりとか、でこの膝つま先を外側に向けてほぐしていく。硬い部分を探しながら、セルライトとかむくみが気になる部分を探しながらコロ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 とほぐしていく。そうするとちゃんと流れてくれるので、1回でね細くなる分には限界があるんですけど、続けているとだんだんいつの間にか何センチも減っていたりするので、是非計測してみてください。次反対側も同様にほぐします。右足裏ももの付け根、座骨の際をローラーに乗っけて片足を折り曲げて軽く前屈、左右にぐるぐる、膝つま先をワイパーのように動かします。座骨のキワキワの部分を狙ってほぐしていきましょう。特に座り仕事の方とかはね、ここの部分
座骨の下ら辺もこの椅子とかに圧迫されてカチカチに硬くなっているので、こんな感じで前屈しながら左右にほぐすのを意識します。でローラー少しずらしてまた左右にぐるぐる。僕の場合はなんか右の方だけ結構ゴリゴリと硬くなっている印象です。本当に左右差は大きいので、動画を見ながら最初は一緒にやってみて、慣れてきたら動画を見ずに自分の体の硬さに合わせてほぐすことを意識してみてください。でローラー少し下にずらしてお尻床、片足重ねて左右にぐるぐる。この時はお尻は下ろしてて大丈夫ですね。足の重みだけで十分にほぐせると思います。でこの膝裏ローラー乗せてぐるぐるとほぐしてあげる。この辺はね結構気持ちいい人は気持ちいいと思います。ただ硬い人はねかなり痛いと思います。で痛いところを無理にほぐしすぎると特にリンパ節とか痛みが残りやすいので、この体と相談しながら無理のない範囲でほぐしてあげる。で片足床について裏ももローラー乗っけてそのまま前後に大きくゴロゴロとほぐしていく。座骨から膝裏にかけてですね、ゴロ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 ほぐして膝つま先内側に向けてゴロゴロとほぐす。この辺は結構脂肪が溜まりやすいポイントなので入念にほぐしていきます。で膝つま先外側に向けて大きくゴロゴロ、裏ももの外側ですねをほぐしていきます。で腕が疲れちゃう場合はこの太ももをほぐした後にちょっと裏ももじゃなくて腕ほぐしてあげたりとか伸ばしてあげる、そういった動画もあるので、まずは裏もも太ももほぐしてから上半身ほぐすっていう順番で緩めてあげてください。はい、お疲れ様でした。ここまでやってあげるともう何が何だか分かんないくらい太ももがポカポカ温かくなる感覚とかスーッと軽くなる感覚があると思います。でこれをやるだけでもむくみが取れてすっきり足が細くなってくれるし、これを続けてあげると脂肪とか余分な筋肉も落ちやすくなってくれるので、もっともっと太ももが細くなってくれます。なので無理のない範囲で痛すぎない範囲でコロ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 と毎日ほぐしてあげてください。で太ももの前外内裏でもっと入念にほぐしたい方はその部分ごとの内もも激痩せ動画とかも用意していくので、ぜひそちらもご覧ください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。僕のチャンネルではこんな感じでフォームローラーの使い方を部位ごと、不調ごと、美容ごとでご紹介しています。再生リストにまとめて概要欄に載せているのでよければご覧ください。あとはインスタもやっていて、そちらではおすすめ動画のご紹介とかフォロワーさん限定特典とかも用意しているのでよければ見てみてください。ではまた。